富士宮市の市長が登山時の救助費用を自己負担にする案を示したようです。記事とネットの反応を見てみましょう。冬季で閉山中の富士山に登り、遭難して救助要請する人が後を絶たない。ルールを守らない迷惑行為とも言える登山に対し、富士山のお膝元、富士宮市の須藤秀忠市長は、救助費用を自己負担にする案を示した。雪が積もり、寒さが厳しくなる富士山は、冬の期間、閉鎖される。しかし、閉山中の登山や遭難が相次いでいる。4月にも、22日と26日に、同じ中国籍の男子大学生が救助を要請し、県警と消防の救助隊に助け出されている。こうした事態を受け、富士宮市の須藤市長が行動を起こそうとしている。9日の定例会見で次のように述べた。二重遭難になる危険もある中で、税金を使って救助隊が命がけで救助している。安易に登った人は自己責任。救助にかかる費用の一定割合を自己負担にすべきだと思う。須藤市長は救助費用を自己負担とする必要性を訴えた。法整備に向けて県に働きかけるという。閉山期間の登山や弾丸登山といった注意が呼びかけられている行動によって遭難した場合、救助費用を自己負担にすべきと考える人は少なくない。実際、4月に5日間で2度も救助要請した中国籍の男子大学生に対しても、いつでも助けてもらえるという安易な気持ちがあるから、冬季に登山をする人が出てくる。救助費用の自己負担はもちろん、高額な罰金を設けても良いという声もあった。静岡県では、5月9日に富士山の登山規制に関する条例が施行された。条例では、登山者1人当たり4000円の入山料を徴収し、山小屋の宿泊予約をしていない登山者には、時間を規制する内容が盛り込まれている。富士登山をめぐるルールが変わっていく中、冬季の救助要請も対策を求める声が大きくなりそうだ。それでは、ネットの反応です。救助費用を全額自己負担にするのは当然です。登山は完全に自己責任ですから。市民が納めた税金を使うことに、合理的な理由は全くありません。富士山登山の場合、保険を組み込んで救助費用に充ててもいいでしょう。入山料が4000円なので、任意保険を500円程度とする方法が考えられます。閉山中なら、さらに迷惑料も追加でいただいても構わないのでは？一歩前進ですが、なぜ一部負担なのか不思議。全額負担含め、登山者に救助費を負担させると、不都合になる勢力がいるのかな？有料にしたら、なんで助けが遅れたせいで家族が大怪我したおは亡くなったのに金まで払わなきゃいけないんだっていうバカ大量発生するおかん。住んでる家が倒壊したり乗り物が被災したりとは違う。好きで趣味で危険を承知で言ってるんだから自己負担当たり前。素晴らしいと思います。富士山に関わらず登山はリスクが伴うので全額自己負担でいいと思います。自己負担にしたところで多くの場合、支払い能力がないから実効性に欠ける。登山料に保険部分作って、それでやりくりすればいいのでは？オフシーズンだったり、登山料未払いで登山した人の問題はそれでもあるが、ルールを守った上での救助費用が無料なのはわかるが、ルールを破っての救助費用が無料なのは納得いかない。ドイツだと怪我や病気でない限り、救助は有料。確かに閉山中は費用請求していいと思う。自己負担でなかったのが驚きです。そもそも閉山中の入山はペナルティで良い。いろいろと状況が変わってきたので、対応の変化も当然のことかと思います。そもそも命救われて、いや、お金払うのはちょっと、とかいう奴らはどうかしてる。自分の意思で登ってるのだから、自分で責任取ること。ただで救ってもらえるなんて甘い考えは、救助側に失礼なのは当然。ということで、コメントを見る感じ、ほぼ反対する意見はなかったような感じでした。昔、テレビか何かで、山で遭難すると費用がかかり、海で遭難すると費用がかからないというような話を耳にしたことがありますが、どうやらこれは、テレビお得意の変更報道の賜物のようです。海での人命救助は、
海上保安庁日本水難救済会が行う分は国費で賄われるため、請求はないようです。山では公的機関、警察、消防が動けば原則無料で、民間ヘリや山岳救助隊を併用した場合や、条例で定められた地域では、有料になるケースがあるようです。埼玉県などは、指定エリアで防災ヘリを飛ばすと、5分ごとに8000円がかかり、平均の救助時間が1時間とのことなので、約9万円程度ということになりますね。ただ、これは条例での手数料なので、民間のヘリを飛ばした場合などは、1時間で50万円から100万円程度が相場となっているようです。海外では、例えば、スイスやフランスだと山岳救助をカバーする保険が一般的で、自己負担の不安を保険加入で補う仕組みが広く定着しているようです。ニュージーランドでは、原則無料の代わりに、国が登山教育と情報提供を徹底。米国のハワイなどの一部は、明確な過失があった場合のみ請求できるとなっています。今回、コメントでは全額負担させろという意見が多いようですが、自己負担額が高額になると、遭難者が費用を恐れて救助要請をためらい、結果として重傷化や死亡事故につながるリスクもあり、なかなか全額負担というのは難しいのかもしれません。まあ、個人的意見としては、そんな閉山期間中に入る時点で実願望があるのかなって感じなので、全額負担で良いとは思いますが、通常時だと全額は問題あるような気もしちゃいます。記事で話題になっている中国人の学生が2度も山に登った理由が、現場に置き忘れたスマホや所持品を回収するために再度登ったと本人が説明していたとのことで、こういう場合はさすがに全額負担でいいと思います。要は、ハワイのように明確な過失があった場合は全額負担させるってことでいいような気もするんですが、日本だからすぐに不起訴みたいな感じで、明確な過失があったとは認められないとか言い出すんでしょうね。個人的には、通常は一部負担、少しでも過失があった場合は全額負担でいい気がしちゃいます。あとは、閉山期間中とかであれば、救助とか関係なく、山に登っていることが確認された時点で、高額な罰金100万円とかの罰則を設けるとかも必要なんじゃないのかなって思いました。自分で勝手に登って黙って行っちゃうのはまだいいですが、それの回収とかにもヘリ代や人件費もかかりますよね。もし、黙って行かず、救助なんて呼ばれれば、救助隊の命も危険にさらすことになるわけで、それくらいはしてもいいんじゃないかなと思っちゃいました。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。